投資家の皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家、クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちらですね。RSI。リレーティブストレングスインデックス。相対力指数と言われたりしますね。はい。この動画をですね、最後まで見ると、買われすぎ、売られすぎってどういうことなのか。はい。RSI が何を表しているのかわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはですね、投資全般に関わる知識を発信する投資教育チャンネルです。私、クラウドのですね、独自の目線と考え方でできるだけわかりやすくお伝えしようと思います。投資に対するですね、悪いイメージ、を変えたいという思いとですね、個人投資家が集まって知識を共有すれば世界を変えられる存在になるはずというですね、この2つの思いからですね、日本一の個人投資家集団を目指して今活動しているという状況になります。はい、最初だけですね、お知らせです。今現在 LINE 登録していただくと、無料のですね、オンラインコミュニティやってますんで、もし興味のある方はですね、LINE 登録してください。はい、私の FX のトレード手法すべて公開してたりしてます。また交流会もね、やってますんで、もし興味のある方は LINE 登録していただければなと思います。今回のテーマ RSI ということですね。私は今でこそとてもシンプルなチャート設定ですが、FX をやり始めた頃はですね、移動平均線、トレンドライン、チャンネルライン、ボリンジャーバンド、水平線、フィボナッチ、マックリ、RSI、ストキャスなど、これら全てを表示していました。もちろんチャートはぐちゃぐちゃ。で、とっても見づらかったのは言うまでもありませんよね。はい。では、どうやって今のシンプルなチャートになったのか。今現在 MA を4本と水平線だけしか使ってないんですけども、どうやって今のようなシンプルなチャートになったのか、その考え方や方法に関してお伝えしていこうと思います。今回はですね、RSI についてお伝えします。前回は MACD についてお伝えしました。今回は RSI ですね。はい、RSI とは、リレーティブストレングスインデックスとなってますね。こんなやつですね。初期設定、初期値として14が期間与えられてまして、主にですね、70%か80%より上にあったらショート。30% ないし 20% より下にあったらロングみたいな感じで買われすぎ売られすぎを表現している指標に なるわけですね。で、じゃあ具体的にこれは何を表現しているのかというところを紐解いていこうと思います。はい、まず、式があるんですけども、さらっと聞いていただければいいですね。後でしっかりまとめますんでね。RSI の説明です。買われすぎか売られすぎかを判断するための指標ですね。はい、一般的な RSI の計算式としては、こんな感じで出てます。はい、A は値上がり幅の平均。B は値下がり幅の平均。初期設定の期間は14となってますね。はい、ということでですね、例として期間5でちょっと考えてみていきたいと思います。はい、値上がり幅が A で値下がり幅が B となりますね。仮にですよ、ドル円がね、95円、100円、105円、110円、103円、108円と終値でこういう風につけたとしましょう。はい。期間後なんですけども、計算する上ではデータが6必要になります。ここの差をね、書いていきます。はい、差をこういう風に書いていって、青い文字は、下がった、値下がりした分ですね。こっちは赤い文字は値上がりの分になります。はい。で、A は値上がり幅です。値上がり幅を計算してみますね。5たす5たす5たす5、5が4つありますね。はい。を足して、期間5なので、期間5で割ります。というようになりますね。はい。B の値下がり幅に関しては、値下がったものは1つだけですね。7を期間また5で割ると 1.4。はい。これをですね、式に当てはめて計算すると、こんな感じ。74.07%。と出るわけですね。はい。で、またもう一個次新しいデータが出たとします。次は100でした。で、今度は値下がりしました。はい。この、計算方法なんですけども、前回の、値上がり幅、値下がり幅がですね、もう出てますので、それをね、期間5なんですけど、これの1個少ない分ですね。4つ分、平均して、で、値上がり幅はね、今回値上がってませんから0。で、期間5で割ると。はい、3.2。で、前回の値下がり幅の平均が 1.4 なので、1.4 が4つ並んでて、で、値下がったものが8になるので、8を足して、また期間で割ると。で、これを同じように計算して、54.05 と。こんな風に計算するものなんですけども、はい。じゃあ結局ですよ、この RSI というのは何を表しているのかというところになりますね。はい。これ、何を表しているのかなって考えるときは、極端な例を考えると分かりやすいので、実際ちょっと極端な例を使ってね、考えてみていきたいと思います。RSI がじゃあ仮にですよ、100%。0% でもいいんですけど、RSI が仮に 100% の時ってどういう時でしょうか？はい、RSI の式はこれでしたね。はい、これが 100% ということはですよ。はい、100、100で、つまり A たす B 分の A、これが1ならいいわけですよね。はい、これが1になるときっていうのは、A イコール A プラス B になるとき。
で、A は一緒ですから、A も正、正の数字ですから、B がつまり0の時ですね。はい、つまり RSI が 100% という時っていうのは、B が0の時ということになりますね。はい、B が0の時っていうのは、B っていうのは何でしたっけ？値下がり幅でしたよね。値下がり幅が0の時ということになります。じゃあ、ある期間の全てが値上がりしているということになりますよね。はい。値下がりしたのが0、一つもなかった。ってことは、全てが値上がりしているってことですよね。はい。終値がどんどん上がっている、上昇しているということになります。つまりですよ、ある期間の全てが陽線。はい。まあ実際は値幅なんですけどね。はい。まあ全てが陽線であるという時に RSI100%。はい。つまり何を表しているのか。陽線と陰線の割合を示している。これは本数の割合じゃなくて、まあ、実際は値幅なんですね。値幅の、陽線と陰線の値幅の割合を表しているということになります。これから具体的に見ていきますからね。今ちょっと文字では分かったけど、実際何なのっていう形になっていると思いますからね。はい。はい、これがドル円の冷やしです。はい、ちょっと具体的なチャートで見てみましょうね。はい、これが RSI、紫の線になります。この黄色のはね、この MA ですね。ここの紫をさらに移動平均線、移動平均、平均して、書いたものが黄色の線になりますけどね。はい、まあ紫のが RSI になりますからね。はい、じゃあここから見ていきましょう。この縦のね、水線を引いたところですね。ここから、見てみるとですよ、徐々にこう陽線、陽線、陽線、ずーっと陽線が上がってね、出てます。はい。陽線が出るとずーっと上がりますよね。はい。陽線の値幅と陰線の値幅の割合ですから。RSI というのは。はい。で、ここで陰線がね、ちょっと出てますね。ちょっと。はい。ちょっと出ると下がりますね。もちろん。陰線の分下がります。はい。で、また陽線、陽線、陽線で、大きくね、上上昇してきて、で、ここからまた陰線が出て、下がって、で、そこから陰線、陰線、陰線となって、こう、ストーンと下がってるわけですね。はい。で、同じように、ここからまた見てみると、陽線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 と、陽線、陽線と上昇、上昇、上昇してきて、また陰線が出てきて、ズドンと落ちてるみたいな。はい。で、一般的にですよ、まあ、80とかね、ないし、70% ぐらいで、言ったら買われすぎなので、ここでショートしましょうとかって言われてますけど、ここ実際ショートしますか？はい。ショートしませんよね、このチャート見たらね。はい。まあ、一般的にも言われてることなんですけども、トレンド相場では使いにくいっていうのがこれが理由なんですよね。トレンド相場では使いにくいですよということなんですよね。じゃあ、レンジ相場ではどうなるんでしょうね。はい、ちょっと見ていきたいと思います。これがユーロドルの冷やしのチャートになりますね。はい、まあこんな感じでね、まあレンジ幅がこの赤と赤のね、間ぐらいかなって感じですよね。はい。で、まあ一般的に70来たらショート、80ね、70、80いったらショートで、30、20いったらロングみたいなね、感じで、まあこんな風に使うと思うんですけども、はい。またちょっとね、極端な話でしっかりと考えていきたいと思いますね。仮に RSI が 100% でショート、まあしたいとしましょう。で、はい、0% でロングするとする。まあ、この場面をね、レンジ相場に当てはめて考えてみたいと思います。はい、もう一回お伝えしますね。仮に RSI が 100% でショートして 0% でロングする。はい、レンジ相場でですよ。これを考えてみたいと思います。はい、これを絵に描いてみるとこんな感じですね。まあ、レンジがこういうふうにあります。はい。で、まあ、こういうふうにね、ローソク足がなってると状況。で、仮にまた期間を5で考えますね。期間を5で考えると、はい、この場合、ローソク足が1、2、3、4、5本。あります。なので、ここのローソク足に来たときは、期間5本とも全部陽線値上がりしているわけです。なので、ここの、ローソク足に来たときには 100% になっているはずですね、RSI は。はい。100% でショート。はい。つまりこのレンジ幅の上限でショートできるわけですね。はい。じゃあ今度は下がってきました。下がってきて、下がってきて、この一番下に来ました。ちょうどレンジの下限と言われるようなところでね、来たとします。はい。1、2、3、4、5本。ローソク足5本あります。期間5なので、はい。5本とも全部値下がりしてます。ってことは、RSI は 0% ですよね。はい。なので、ここのちょうどね、レンジ下限に来たとき 0% なので、ロングってできますよね。はい。ここからわかることなんですけど、つまり、ここで RSI はですね、うまく使うためのヒントが隠れてますね。はい。レンジ相場で RSI をうまく使うためにはですよ、レンジ幅をどれだけの期間、まあ、ローソク足の本数で移動するのかを加味する必要があるわけなんです。つまりここのレンジの、上限から下限の間でローソク足が何本で上限に達して
はい。何本で下限に達するのかを加味しないといけないということになるわけですね。まあもちろん80% にしたなら、まあもう少しね、こう下がるわけですよね。はい。エントリーする精度がね、ここら辺とかで80とかになるかもしれませんね。はい。なので、レンジ相場でうまく RSI を作るためにですよ、このレンジ幅を、まあどれだけ、このね、上限から下限の間を何本のローソク足で移動するのかを加味しないと、まあ期間がね、それで決まるわけですからね。はい。なので、ここで問題が発生してしまうんです。どんな問題か。これですね。はい。レンジ幅はいつも同じですか？例えば東京時間。ボラが全然ないですよね。はい。一方、欧州時間。ボラめちゃくちゃありますよね。はい。ニューヨーク時間。それなりにボラありますよね。その時間帯ごとのレンジ幅っていつも同じですか？違いますよね。はい。時間帯や通貨によってももちろん異なります。はい。検証してですよ。例えば自分が東京時間のユーロドルの、レンジ幅はだいたいこの辺だから RSI の期間ここを使ってって言って全部検証してデータ取ってやるんだったら全然 OK です。全く問題ありませんけども、それだとちょっと手間が相当かかってしまいますよね。はい。どうするって、毎回数値変更しますか？データを取って、欧州時間は、レンジ幅はこれぐらいだから期間いくつに設定して、じゃあニューヨーク時間は期間いくつ、これはユーロドルのデータだから、じゃあポンドドルどうなるんだろうで、ポンドドルも同じように、RSI をそれに、応じてですよ、数値を変えますか？はい。それはちょっとですね、手間がかかって現実的ではないですよね。はい。ここでですね、もう一回さっきのチャートを見てみたいと思います。レンジ相場、こんな風にありますよね。はい。で、まあ、インジケーターだけ見る。RSI のこのインジケーターだけ見るんであればですよ、まあ、ルールによって、例えば 70% に来たらショートするっていうルールだとしたら、ここら辺で、ここでショート。ここでショート。ここでショート。みたいな感じでね。はい。で、30% でショートするんだったら、まあ、ここら辺でしかできないですね。ここら辺でロングか。ここら辺で 30% でロングするんだったら、ここでロング。ロングみたいな感じでしかできませんよね。はい。じゃあですよ。皆さん、このインジケーターを全く見ずに、この上のチャートだけ見たらどうですか？ここに水平線引きましたよね、なんとなく。この辺りのレンジ幅かなってなんとなく引きました。はい、レンジの上限で普通にショート。ここら辺加減かな来たらロング。はい、ここショート。はい、ロング。はい、ロング。はい、ショート。できません？できますよね。このインジケーターいりますかっていうところなんですよね。で、しかもこういうふうに人間がね、しっかりこうやって見て考えるのであれば、期間なんて考えなくて、なんとなくわかるわけですよね。水平線をこうやって引けば。で、その時間帯にも対応できますし、通貨ごとにもね、それぞれもうレンジ幅もわかりますから、こうやってしっかりとね。まあ、どっからどこをレンジっていうかっていうのはまた難しいですけども、目で見てこうやって水平線引いて、レンジ幅ここからここだから、上限に来たら売って、下限に来たら買うみたいなことは人間の目ならできるわけですよね。はい。ということからですね、私は RSI はチャートから消しました。はい。ね、まあ今見ていただいたようにですね、RSI がなくても、まあ、チャートから十分に読み取れると。はい。なので、まあ、できるだけ私はまあシンプルなチャートにということをまあ推奨しているというわけですね。はい。ただ、チャートだけを、見て判断するのってめちゃくちゃ大事なんですけど、この RSI をしっかり調べたからこそ、どういうところを見ればいいのかなっていうのが分かったと思いますので、まあ、できるだけね、しっかりとインジケーターを調べて、どんなところ見たらいいのかなっていうのを読んでいただければなと思います。はい。で、最後まとめですね。RSI は陽線と陰線の値幅の割合を表しているという形になります。まあ、文字で書くとこんな感じですね。はい。使っているインジケーターをしっかりと理解して、まあ、それがどういう時に通じるのか、どういう時に弱いのかとかね、実際このインジケーターは何を表しているのかっていうのをしっかり理解して、使っていただけたらまた新しいチャートの見方ができると思いますので、ぜひ参考にしてください。はい。ということでですね、今回の内容が良かったと思ったらチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。また、高評価、コメント等で応援していただけたら幸いです。また次回をお楽しみにということですね。まあ、LINE 登録していただけたら、バーチャルコミュニティ、その他 FX の手法等をすべてね、学べるようにしてますので、ぜひ興味ある方は LINE 登録してください。ということで、ありがとうございました。